ハロー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 、ティンカーズチャンネルへようこそ。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか？はい、今日も始めていきたいと思います。本日は、本日もなんですけれども、世界的有名な預言者ジョセフ・ティテルさんが配信していた預言に関するご紹介をしていきたいと思います。今日はですね、まだ昨年の予言というのを全部ご紹介しきれていないので、今回は2023年12月23日にジョセフ・ティテルさんの番組で動画が配信されたんですけども、その動画、出来事をサイキック予言ホリデーアラート、ホリデーシーズンの回だったので、ホリデーアラートという回のご紹介と、12月27日に配信済みのジョセフ・ティテルさんの動画、出来事をサイキック予言2024年の予言、一体何が起こるのかという回ですね。こちら2本の内容を私が独断と偏見で抜粋してお届けをしていきたいと思います。で、実はティンカスチャンネルはブログで、詳しくこの回もご紹介をしています。で、ブログでは117話と118話でお伝えしておりますので、このブログのリンクはこちらの本編の動画の概要欄の方、内容説明の概要欄のところにリンクを貼っておきますので、もっと詳しい予言が知りたいよという方はブログでですね、ちょっと読んでみてください。暇つぶしにでもいいですし、何かね、インスピレーション欲しいという方はね、ぜひ読んでみてください。はい、それでは始めていきたいと思います。まずはブログでご紹介している117話、空に起こることでご紹介しているジョセフ・ティテルさんの12月23日に配信された出来事をサイキック予言ホリデーアラートの回のご紹介をさせていただきたく思います。中の国というのは、アジアの大きな赤い国ですね。中の国の地震がこの先1年以内に起こる、それをアジア圏の地震の引き金となるということでお話をしていらっしゃいました。日本もフィリピンも結構地震がね相次いでいますけれども、今私収録しているのが4月3日なんですね。で、4月3日、本日今朝方にも台湾で大地震ありましたよね。で、もちろん日本では1月1日に能登の大地震ありましたので、本当に立て続けに地震が来ているのは事実なので、この予言は今のところちょっと的中してしまっていますね。で、日本への警告がされてました。この地震関係なんですけれども、福島への警鐘を鳴らしていらっしゃいました。恐怖を煽っているわけではないです。ただジョセフさんの予言をお届けして皆さんに備える十分な時間ができること、そして多くの方々が無事であることだけを私はお祈りしていますので、もちろんその中で考え方を変えれば明るく捉えることもできます。今世界の転換期と言われている時期ですけれども、いろんなことがね自然界でも起こっていますし、人間の社会の中でもいろいろな変化が起こっております。ですけれども、全ては良い方向に向かっているというふうに私は思っております。でも自分がそう思ったらその世界に生きていけると私は思っているので、皆さんもポジティブな波動を保ちつつ予言も捉えていただけたらなと思っております。ジョセフさん曰く、以前よりもスピリットが見せてくれている福島沖合の新たな大地震の予言なんですけれども、十分に備えてくださいと警鐘を鳴らしていらっしゃいました。で、あのエリアはすでに活発化していて、2011年の記憶はまだ新しいものですよねと、この時お話ししていらっしゃいました。で、ここでちょっと話題が変わりまして、サイバーアタックというね言葉が結構ね近年ささやかれてますけれども、サイバーの生活をしているので、それはね企業に勤めていてもサイバーアタックとか何かしらの不都合があると、サイバーアタックを疑わなければいけないような時代になってきているので、よく耳にするかもしれないんですけれども、ジョセフさんがおっしゃっていたのは、この刷り込みがある、このサイバーアタック、サイバーアタックっていう風によく巷で聞くというのは、そういう世の中は流れを作っていると。
人々の脳裏にそのサイバーアタックというものを埋め込んでいる、刷り込んでいるんじゃないかとジョセフさんはおっしゃっておりました。なのでジョセフさんが予言しているのは、そのうち大きなサイバーアタックが来るでしょう。これが彼らのやり方です。ジョセフさんが予言している大規模なサイバーアタックが起こる場所なんですけれども、ジョセフさんはテキサスになるんじゃないかと予言をしていらっしゃいました。12月の時点では詳細はわからないらしいですけれども、株式市場へのアタックもあるみたいだとおっしゃっておりました。この先の予言でいろいろ詳しい情報が得られると思いますので、引き続きティンカーズチャンネルの方でも番組登録をしたり、ジョセフさんのね番組で直接予言を待ったりして、情報をアップデートしていただきたいんですね。で、情報をアップデートしつつ自分の中でもブラッシュアップをして情報精査をして、ちょっとね考えですとか直感というのを研ぎ澄ましていただきたいと思います。でジョセフさんが重ね重ねおっしゃっているのが、2024年は辰年ですよね、今年は。で、これは火と水の年だということをおっしゃっておりました。新年の予言でもおっしゃってたんですけれども、そのようにおっしゃっておりました。で、火と水に関する事象を予言しているのが、高速ビルの火事なんですね。で、この時に予言していたのが、3カ所で勃発する火事だそうで、場所はドバイ、インド、中の国で、起こっていたビジョンをその時見たそうです。今回の12月23日の配信では、1月2日に起きた、羽田空港の事故の予言もしていらっしゃいました。それがね的中してしまったんですけれども、その時におっしゃっていたのが、ものすごいスピードでの接触ではないです。小さな接触ですが人々を悲観させるものです。私のビジョンでは避難スライドが飛行機から出ていて、火が上がる中人々が避難していました。しかしこれが最後ではありません。水星逆行期間中ということもあり、まだ飛行機事故は起こりますとこの時おっしゃっておりました。確かに新年から、アラスカン航空ですとか、飛行機のね不祥事といいますか事故が相次いでいますので、あれが最後ではなかった、あれをきっかけにいろいろな、そういった事故が起こりやすいエネルギーがあったっていうのがちょっと私はねこの予言を聞いていたので、そういうやっぱり流れなんだと思ってちょっとね見ていましたけれども、今回紹介する12月23日の予言文なんですけれども、フルバージョンはブログで無料で読むことができます。ぜひ今回の予言ですとか他にもたくさん細かい予言や助言がありますので読んでみてください。両方のお話はリンク概要欄の方にありますので、ぜひとも見てみてください。そしてもう一個ね気になる予言がこの時ありまして、バンバンという、飛び道具関係の実験が、あるんじゃないかという予言をねジョセフさんはしていたんですね。今となってはこれはロの国で起きたテロっていうのを予言してたのではないかと私はちょっとね感じていまして、世界的にこの風潮が、これから起こっていくよということが予言されていますので、これからもねロの国だけじゃなくてもね世界中でバンバンという事象が起こるのではないかと私はちょっとねドキドキしているんですけれども、このチャプターのリンクもですね概要欄の方に貼っておきますので、ぜひご興味がある方はチェックしてみてください。そして映画館で起きる悲劇というのも予言していらっしゃいました。サイコパスのような人物らが以前起きた映画館で飛び道具を乱射したジョーカー事件の模倣犯になっているようですというふうにジョセフさんはおっしゃってました。続けて、中の東系の訛りがある英語を話しているのが聞こえました。3人で1グループを組んでいますと、3人とも精神を病んでいますが同じようなアジェンダ、計画を掲げている、目的を掲げているようですとジョセフさんはおっしゃっておりました。DT 全お米の国リーダーについてのことなんですけれども、ジョセフさんは誰も DT 氏を止めることはできないでしょうとおっしゃっておりました。
彼はリーダー決定戦に勝ちますとジョセフさんは予言していらっしゃいます。最高裁判まで持ち込まれて再び審議されて分断を生んでしまうんですけれども、今回は回避できないでしょうとおっしゃっておりました。その DT 氏の当選を回避できないでしょうということをおっしゃっておりまして、コロラド州は DT 氏に抗うとおっしゃっておりました。市民が選ぶ人物に素直にリーダーにさせれば良い簡単なお話にもかかわらず、なぜ抗うのかとジョセフさんはおっしゃっておりました。ちなみにジョセフさんは DT 氏派とかそういうのではなくて、むしろ DT 氏はDS の一部だというふうにおっしゃっているので、何の肩も持っている感じではないんですけれども、ただその人々がその DT 氏を選んでいる方が多いという印象らしいので、それをね、なんで前回のリーダー決定戦みたいに不正みたいな形に持っていこうとするのかということをジョゼフさんは疑問視していらっしゃいました。でここからは12月27日次のね予言の配信の内容になります。私のブログでは118話のアセンションの時来たり覚醒とカオスという回でご紹介しております。さっきの117話のフルバージョンは概要欄の方からブログで読むことができますので、もっと詳しい予言が知りたい方はぜひチェックしてみてください。2024年はイベントやフェス、そういった催し物で何かの被害が出るとジョセフさんは予言していらっしゃいました。というのも LGBTQ 関係のイベントですとか、そういったグループが標的になりやすいのが2024年ですと予言をしていらっしゃいました。団結している中の東のグループ、これはね前々から言っている予言ではあるのですが、ちょっと久しぶりなのでご紹介しますと、ジョセフさんおっしゃるにはトルコ、イラク、イランなどの他複数個の過激なグループというのが、一致団結をして新しいグループを形成してしまっているようだと投資をしていらっしゃいます。2024年後半になると新しい名前を引っ提げて、表面上に出てくるグループになりますとおっしゃっておりました。でこのグループに関しては仕掛け人が裏にいるとジョセフさんはおっしゃっていて、このグループが企んでいる計画というのは結果的に失敗に終わるっていうのを予言していらっしゃいました。ジョセフさん曰く2024年に向けた彼らの計画は失敗に終わります。しかし本格的に活動するのは2025年になってからですとおっしゃっておりました。E○○L リーダー失墜。ジョセフさん曰くさまざまな批判を浴びているこの E○○L のリーダーの方なんですけれども、2024年に彼らは権力を失うでしょうとジョセフさんは予言していらっしゃいます。そしてこの周辺、ちょっと絡んでいる国といったら、ポーランドになるんですけれども、戦の花火が散り始めるポーランドという予言をジョセフさんはしていらっしゃいます。ジョセフさん曰く、それは2024年から2025年にかけてなのですが、人々が立ち上がるようです。この動きはポーランドのみならず中の東全体で起こるようですとおっしゃっておりました。ポーランドはね、の国の隣の国とちょっと関わりが強いですし、その中の東の関係のところにも結構絡んでいるみたいなので、ちょっとごちゃごちゃしてくるんじゃないかという予言ですね。でちなみに第3回目の世界の大戦というのはジョセフさん曰く2025年に今のところ起こるんじゃないかと予言をしていらっしゃいます。でジョセフさん以外で中にはね、もうすでにその第3回目の世界の戦っていうのは始まってるんだよって、2020年のあれから始まってるんだよという方もいらっしゃいますので、考えようというか捉えようだと思うんですけれども、世の中がちょっとね変になってきているのは多くの方が感じていることなんじゃないかなと思います。
発見されていなかったミネラルが新発見されるという予言もありました。これの利権を中の国が奪おうとしているというのが見えますとジョセフさんはおっしゃっておりました。海上にオイル漏洩、2024年は、海底火山ですとか海底地震により、津波が起こってしまうという予言はしているんですけれども、先ほどもお伝えした日本の福島沖には気をつけてくださいと、この27日の日もおっしゃっておりました。大洪水が起こる予言なんですけども、大きな波がクルーザーに叩きつけられているのが見えます。潜水艦、漁船、クルーザーなどあらゆる船舶が影響を受けるようですと、大きな波によって大洪水が起こるんじゃないかというような予言をしていらっしゃいました。これがいつ起こるのかというのはこの時明言していらっしゃらなかったので、今後の、予言会で明らかにしていくと思いますので、皆さんですね、要注目していただきたいと思います。潜水艦の事故というのもあるらしくて、事故のように見えますが、これは陰謀がありますとジョセフさんは予言していらっしゃいます。これは事故なんですけど、場所ですが、紅海の赤い海の紅の海の紅海の近くで起こるようですとおっしゃっておりました。はい、で最後なんですけれども、女性が大活躍するのが2024年らしいです。女性さん曰く、世の中の女性の皆さん、2024年は立ち上がる方が増える年です。民主主義への運動なども女性先導で抗議されることがあったりします。よって政界でも権力を握る女性が出てくるでしょうとジョセフさんはおっしゃっておりました。今回の予言は以上になるんですけれども、過去の予言もまた言っていたのがありますのでお伝えすると、銀行のシステムがアタックされるという予言、そして精神を病む人が増えるという予言、それはなぜかというと、変化を受け入れられない、これからどんどん変化が、生まれる時代になっていくので、その変化を受け入れられないという人たちがやっぱり自分の中で戦ったりするので、ちょっと精神を病んでしまうという人がすごく増えるんじゃないかとジョセフさんは予言していらっしゃいます。それと、お米の国の国境問題引き続きあるということで、国境で戦が勃発するという予言をしていらっしゃいます。入国しようとするものを容赦しない、プライベート軍人、その個人的な、活動でやっていらっしゃる方々の元軍人の姿とかが見えたそうなので、結構荒々しく、テキサス周辺、メキシコ周辺というのがなってくるんじゃないかとおっしゃっていらっしゃいました。でそれと、フランス・パリのカオスですとか、エッフェル塔へのアタック、それと同時にスポーツイベントを狙ってくるから、そのスタジアムとかそういうところに行く予定がある人は気をつけてくださいとおっしゃっておりました。これはパリですね。パリとかフランス国内の予言です。でそして、核のドッカンではない似ているものが、爆発するんじゃないかというふうにおっしゃっておりまして、ドッカンするんじゃないかというふうにおっしゃっておりまして、存在していたことを知らなかった心理技術というのが存在しているよということはジョゼフさんはおっしゃっているんですけれども、太平洋に浮かぶ島の州で起きた、ハの Y ですね、で起きたこととか、そういったものがちょっとどっかまた違うところで起こるんじゃないかと予言していらっしゃいました。あとは引き続き、間違った情報の旗が大きく振られることに注意してくださいとおっしゃっておりました。要はプロパガンダ的な大衆扇動の情報を大きく報道してきて皆さんを騙そうとするので、それは気をつけてくださいというのをジョセフさんはおっしゃっておりました。最近で言うとね、紅麹の件ですとか、ロの国のテロですとか、それをメディアを信じると痛い目に遭うんじゃないかっていうものが多くなってきたんじゃないかなと同時に、冷静に物事を判断することが難しく感じる時も出てきましたよね。
例えば今回お話ししていた先導報道というのは、イーマル軍をアタックしてますけれども、リーダー決定戦直前に軍を引き上げるとか、その動きに対して B リーダーへの批判が盛り上がったりとか、軍を引き上げたせいで〇〇が起こってしまったとか、そういったお話をしだすんじゃないかとジョセフさんはおっしゃっておりました。で、エジプトに関する予言も言っていまして、大地震は起こる予定だとおっしゃっていて、カイロ中心をメインとした大地震が起きるとおっしゃってました。で、政治的に揺れるという激震もあるということで、エジプト全体に影響を及ぼして経済にも打撃を与えるような大きな変化がエジプトには起こるとおっしゃっておりました。で、自然災害が春に起こるというふうにこの時予言していて、それは洪水で避難勧告とかそういったものも出てしまうようなぐらいの規模の被害が出るんじゃないかとおっしゃっていました。そして他国がこのエジプトに対して戦を仕掛けてくるというのもお話ししていらっしゃいました。で、最後だったんですけれども、余談ですけれども、ジョセフさんおっしゃっていたのは、アセンションっていうね、ことが起こるよ。アセンションというのは精神レベルがこう、上がっていく、上に上がっていく、レベルアップしていくというのが、地球規模であるよということをおっしゃってるんですけれども、このアセンションというのは人には強要できないので、人をね、例えば自分のお母さんをアセンション一緒にしたいから気づいて目覚めてもらうためになんかこう説得というか説明とかそういうのをするっていうのは無駄ですよとジョセフさんはおっしゃっておりました。自分に対しての魂を磨くということしか人間は基本的にできないという考えみたいなので、その自分の愛する人を助けたい、自分の愛する人にも気づいてほしいというふうに思ってこう努力する方もいらっしゃいますけれども、それは自分の精神レベルを下げてしまうことにもなるので、あまりしない方がいいですとおっしゃっておりました。その人はその人の精神レベルのその成長段階といいますか、そういう成長過程があるので、あなたがそれをどうこうすることはできませんとおっしゃっておりました。ホピの予言というのが、ホピ族の予言というのがあって、地球から離脱してしまう人たち、ゾンビのような人たちが出るという予言があるそうなので、そうなってしまう人もいるんじゃないかとジョセフさんはおっしゃっておりました。確かにね、自分でこう気づかないとやっぱり他人の人生を自分がねどうこうするっていうのはとても不可能に近いと思いますね。やっぱりねその方が気づいたりとかしない限りは無理だと思いますし、魂の契約で気づかないようになってるのかもしれないですし、それはね何とも言えないですけれども、私個人もできればね自分の家族とか親しい友人とかにはね同じようなこう気づきとかがあったらいいのになと思う時はありますけれども、やっぱりねそれは自分だけの考えですし、その他の人っていうのはその人の運命と人生がありますので、とやかくできる問題じゃないのかなとちょっと感じている次第でございました。はい、今回は以上になります。いかがだったでしょうか。いいなと思っていただけましたら、グッドボタンでサポートの方をよろしくお願いいたします。グッドボタンを押していただくことで、結構ね、アルゴリズムが組まれて、よりね、こう、多くの人に動画が見ていただけるという、視聴していただけるということがあるようなので、応援していただければと思います。で、今後もね、どんどん予言していくので、予言をね、ご紹介していきますので、もしよろしければ、Thinkers チャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは今回も長々聞いていただきまして、見ていただきましてありがとうございました。Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. Thinkers チャンネルでした。それでは、良い一日をお過ごしください。See you next time. Bye bye. Much love.